今日紹介させてもらうのはこちらのチェイサーですね。グレードはツアラー V2023 年。タイヤだってさ、これ買えば高いよ。程度いいんです。しかも乗り続けようと思って今年の3月にお金をかけて車検を取った車です。はい、よし君こんにちは。こんにちは。本日は8月の21日、時間は4時29分、気温は30度、ちょっと遅めのスタートですね。はい。はい。夏休み明け一発目ということでね、そうですね。やっていきましょう。はい。よし君どっか行ったの？そんな行ってないですね。江ノ島ぐらいです。ああ、江ノ島ね。俺も行ったよ。台風来てたから海入りに、はい。クラゲに刺されまくったけど。あ、今日紹介させてもらうのはですね、はい、こちらのチェイさんなんですけれども、はい、何度も毎度ここ最近ですね、はい、起こっていることとコメントでも来ていること、なんだかわかりますか？100系ばっかりとか。ああ、なるほど。なんかそういう。いやちょっと違うんですよ。仕入れたとしてはい買えないんですけどみたいな、そういうおっしゃる通り。あ、そうですか。要は、はい、動画上げてるけれども、はい、もう売れとるやんと。ああ、やっぱりソールドアウトじゃんとっていうのがだいぶ続いてますよね。続いてますね。だって33GTR もそうでしょ、はい、前回撮った180もそうでしょ、はい、いやめちゃめちゃ続いてるよ。100系のマーク2だそうでしょ、はい、だから100系のマーク2 33GTR180 もうこれ3台とも動画上がるときにはもう売れちゃってるっていう感じなんですよね、はい、動画撮ってるときはギリギリまだ売れてないんですよ、はい、っていう感じだったので、今日こちら紹介させてもらうチェイサーなんですけれども、はい、これこそまだ残ってるはずです。はずあえて今ホームページ上げてないです。上げてない。上げてない。見つからないっていうことですけど。見つからない。インスタにちょっと上げたぐらい。買い取ってる車ちょこちょこってストーリーに上げるんだけどさ、はい、でちょっと上げたぐらいで、はい、また売れちゃったらまた言われちゃうんで、そうですね、メンタル弱いですから僕たち。今日はホームページにはちょっとまだ上げるのをちょっと遅れさせて、はい、だヨッシーの編集を早くしてくれと、そういう話なんです。簡単に言うと。すみません。そう、はい、そういうことなんですよ。ってなわけで、なんとか動画上がった後、動画上がる頃にちょうどその同じタイミングぐらいでホームページに車の情報、細かい情報をアップさせていただいて、はい、で、あとはそこから早い者勝ちなので、はい、アップした後にね2時間後に問い合わせ来てすぐ決まっちゃうお客様もあれば、はい、一方でね、そこから何の音沙汰もなく半年間売れないとかっていう車もありますから、はい、そこはもう時の運なんですけれども、はい、少なくともやっと新しいの入ってきた、動画見ようと思ったらなんだ売れとんのかいみたいな、はい、っていうのは、ちょっとこの車ないようにしようかなと今回思ってます。というわけで、やっていきましょう。なんでそんな感じでですね、やるんですけど、今日紹介させてもらうこちらの車、チェイサーですね。平成11年4月登録のチェイサー、のツアラー V のオートマですね。はい、で走行距離は、19万2500キロぐらいなので、逆に言うと、オートマのツアラー V なんだけれども、距離が19万キロぐらい走っているので、はい、逆に言うとね、値段的には当時に比べは高いんだけれども、言うても安い価格帯になるんじゃないかなと思ってますので、はい、ぜひそんな感じでもし探している人がいらっしゃったら、見ていただければと思います。はい、OK ですか？はい、はい、じゃあ本日よろしくお願いします。お願いします。じゃあよし君やっていきましょう。はい、改めましてですけれども、今日紹介させてもらうのはこちらの、チェイサーですね。平成11年4月登録、西暦でいうと1999年の4月という感じですね。今2024年なので、はい、残念ながらっていう表現が合ってるかどうかは別として、25年は経っちゃってるわけですよ。はい、なので、輸出バイヤーたちももうどん詰まで狙ってる車という感じのお車でございます。で、グレードはツアラー V1JZ のターボエンジンを搭載している、グレードになりますね。で、シフトはオートマチック、走行距離は19万2500キロという感じでございます。車はですね、パッと見、一瞬ちょっと軽く見ますか。はい、ほぼノーマルですね。ほぼノーマル、めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、さっきヨシに洗ってもらったから余計綺麗ですね。いや、かなり綺麗でしたね。洗ってて綺麗だったでしょ。はい、今だから走行距離ってって感じだったでしょ。走行距離は思ったよりいってやるなと思いました。そうなんですよ。はい、っていうお車なんですけれども、はい、車検がね再来年の3月だから令和8年の3月なんで、はい、逆に言うと今年の3月車検取ったばっかりと。で修復歴はねこれちょっと微妙というか、はい、
ありにしちゃおうかなって思ってるんですけれども、多分ねオークションとか出したらなしになるんじゃないかなっていう感じなんだけど、まあうちはそのまあいつも言うようにね、白か黒かどっちかな、ちょっとでもグレーかかってたらもう黒にしちゃって修復液ありで販売をしているので、この車に関してはまあ修復液ありで、販売させてもらおうかなっていうふうには思っております。 OK ですか？はい。でこちらの車もお客さんから直接買い取りでいただいたお車になりまして、まあ、お問い合わせいただいて2ヶ月ぐらいやり取りさせてもらってたのかな、で、買わせていただいたお車なんですけれども、ちょっとねうちとのトラブルではなくて、今回乗り換えでさ、車の乗り換えで売ってもらったのね。うちで乗り換えじゃなくて、他で買って、で、まあ、こういう車やっぱ下取りしたら値段つかないから、専門店じゃないと。でうちに依頼が来ましたと。でその買い替えにあたって購入先とちょっとトラブルがあって、でそれでね1ヶ月ぐらいずるずるずるって伸びて入庫するのがちょっと遅れちゃったっていうのがあるんですけど、まあそこら辺もちょっと小ネタとしてお話しできればと思ってますので、やっていきましょう。OK ですか？まあまずはね車の状態見ていきましょう。じゃあ外装の方から。基本的には何度も言うように車はねノーマルです。マフラーだけ車外が入ってるだけで、他はほとんどノーマルという感じですね。で純正のエアロリップスポイラーですね。まあここら辺がついていて、まあ、ちょっとね下に擦り傷ちょこちょこってありますけれども、全然綺麗なんでいいんじゃないでしょうかという感じでございます。サスはいじってないんでノーマルですね。はい。であとは左側、これは水滴だけど、まあ、ここら辺ちょっとこうさタッチペンの跡があったりとか、ありますけれどもね、まあ、全然いいんじゃないでしょうか。タイヤは新しいですね。2023年ブリヂストンのポテンザ入ってますね。もちろん山もたっぷり残っておりますという感じでございます。タイヤだってさ、これ買えば高いよ。そうですよね。という感じですね。綺麗ですね。特に目立つ傷なし、まあ、さっきのモールのところぐらいか、であとは一番気になるところは、まあ、ここのガニッシュ、これタッチペンで一応さごまかしたんだけどさ、ここら辺の色はげが出てたりとか、横っちょもちょっと色がはげ出てたりとかね、こういうのがありますので、まあ気になる方はっていう感じですけれども、まあなんせ19万キロ走ってる車なんで、まあこんぐらい許してよという感じでございます。OK ですね。で右側面回っていただくと、まあ、やっぱりめちゃくちゃ綺麗と、本当に綺麗、ちゃんとツヤもあるという感じでございます。ミラーも艶ありますね。色はげないですね。台座もしっかりしてますね。珍しく、という感じなんですよ。 OK ですか？はい、そう程度いいんです。まあだからそれだけすごく大事にされてたっていう感じですかね。まあ確かに事実お客さんもこれね約20年ぐらい所有されてたんですよ。中古で当時3年落ち4年落ちぐらいで買って、でそれでずっと持ってたので、しかもこのお客さんこのチェイサー2代目なんですけども、1代目もツアーライブ持ってた。そしたらそれね買ってね3年ぐらいか、盗難されちゃったんだ。そうで盗難されちゃって、でまたもう1台言ってもやっぱりツアーラー V っていうのでこれを買ったというそんな経緯があります。そんな感じでございました。じゃあ次は中行ってみますか。よいしょ。ちょっと暑いんでエンジンかけちゃいますよ。中はちょっと気になることがありますね。気になることないですか？セルですか？セルですか？もう一回やりますか？普通っぽい普通っぽいかなと思ってました。なるほどね。こんなのがこれが普通？ヒューみたいな。なるほど。まあいいや、ここは後で話します。内装に関しては高級型なんで、まあそんなにそのダッシュボードの抜きダメージ出てないです。で全体的にかなり綺麗で、まあちょっとね緑がかった色あせが出てたり、まあここの部分は定番のね緑がかった色はげクリアはげが出てきてますし、まあハンドルに関してもスレは多少出てますけれども、何度も言うように19万キロですから、まあこれぐらいはいいんじゃないでしょうかというふうに思っております。ちゃんとエアコンもスライドします。エアコン機器問題ないです。時計もちゃんとついてます。合わせても問題ないし、でよくあるチェイサーはミラーですね。ミラーの格納は結構早い。まだまだ全然元気。両方とも大丈夫ですね。で次が
パワーウィンドウですね。大丈夫ですね。という感じです。大丈夫です。まあ、期間は、絶好調という感じでございました。であとはシートの状態も見ていただくとかなり状態いいんじゃないかなと思います。外装同様、内装もほぼノーマルという感じでございます。OK ですか？綺麗です。はい。社外品でついてるのがだからこのクリフォードだったかなのこのホーネットか、ホーネットのセキュリティと、はい、あとはカロッツェレのナビゲーションですね。バックカメラはついてないか。はい、これは Bluetooth なんかあったりするんですか？ありますね。Bluetooth ありますね。はい。はい、DVD プレイヤーも見れますね。はい。CD も聴けますね。はい、CD とか今の子使うのかな？ ETC もついてますね。で、あとはここのトラクションなりなんなりのボタンですね。ここを押して、はい、ちゃんとスロットコンピューターもできてます。はい。はい、大丈夫ですね。はい。ちゃんと動いてますという感じでございます。OK ですか？はい。はい。小ネタがあるんでサクサクいきます。はい。じゃあ次はエンジンルーム行ってみましょうかね。はい。はい。こんな感じでございます。正直エンジンルームで今ちょっと気になることありますか？音なんですけど、ちなみに。ああ、今止まっちゃった。なんか鳴ってた音が消えましたね。なんかちょっと音するよね。はい。もう一回いきますか？はい。鳴ってる。なんかちょっとガラ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 と言いますか、ボーンと言いますか、ベアリングっぽい音しますよね。はい。はい。そうなんですよ。まあまあこれも後ほど説明しますが、はい、まずはじゃあエンジンルームの、コンディションの方を見てもらうと、はい、まあ基本的にやっぱり状態いいです。はい、でサビもまあそんなにないし、はい、バッテリーも変えたりとかしてあるし、はい、タイミングベルトも変えてあるし、ウォーターポンプとかも変えてあるしという感じで、エンジンルーム内基本的にはノーマルで、程度的にはかなりいいという感じになっております。もうこんなところで終わりにしようかなという感じですね。はい、でこの車一応通常うちに入ってきた車は商品としてアップする前に点検をしたりとかもしますし、整備とか修理が必要なものは先に修理しちゃったりとかするんですよね。で今回もこれ実はね2つやらなきゃいけないことがあるんだけれども、でもさっきも言ったようにそれをやってる間に売れちゃったりとかするんですよ。それをやってる間にお問い合わせが来ちゃったりとかっていうのがあって、今回はもう撮影優先で動画アップを優先でやってますんで、あえてそのままの状態にしてるんですけど、まず一つがエンジンのかかりのところ、一回切ってもう一回やりますけど、こんな感じですかね。ヒューってなりました、はい、これね今ちょっと分かりづらいんだけど、もうちょっとセルの周りが遅かったりとかするのよ。キュッ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 みたいな、なんかバッテリー上がりそうみたいな。わかる？さっきなってたでしょ？なってましたね。なんかバッテリー弱いのかなと思って。そうなんですよ。でこれバッテリー弱いのかなと思って、お客さんはその整備ディーラーに聞いたのかな？ディーラーに聞いたら、まあバッテリー弱ってるんじゃないですかっつってバッテリーを変えたんですよ。今年の5月、3ヶ月前に。新しいバッテリー。新しいバッテリー。でもね症状変わらないと。っていうので、これセルモーターなんですよね実は。100円ねセルモーター結構もう3台ぐらいは俺3台ぐらいかな、は交換してて結構出ます。でバッテリーが弱い場合は比較的そのエンジンかけたてだけ弱くて、でもバッテリーがかければさ充電されるじゃん。そうですね。でしょ、で充電されると復活するわけで、復活すると次かける時は普通にキュ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 って回ると、でもこの車はエンジンかけたりバッテリーが溜まってる状態でも、セルがさっきみたいなちょっと遅かったりとか、あとは変なノイズが出てるよねっていうのがあるので、この場合は大体セルモーターなんですよ。でセルモーター安いんで1万5000円とかリビルドだったら1万2000円とかだったかな、なんでもうこの症状だったらもうさっさと変えちゃった方がいいって話なんですよね。っていうのがまずこれ1つ目と、で2つ目は、ラジエーターのですねサブファン、これですね、こいつです。さっきのベアリングの音はですね実はこいつなんですよ。ちょっとエンジンかけますよ。これもちょっとベアリングみたいなガラガラガラみたいのを混じった音だから、人によっては、あれこれエンジンダメじゃんみたいな、エンジンの中からノイズしてるじゃんみたいな話になるんですけど、ここなんですよね。これが原因。そう、これが原因。
っていう感じなので、ここを変えてあげればいいんだけれども、これの部品自体はもうないらしい、リビルド品みたいなのしかないので、まあそっちで変えてあげればいいのかなっていう感じ、で、お客さんは、まあ、エアコンに連動してね、より冷やそうっていうのでサブファン回って音が出てるっていう感じなんですけどね。止まるかな、止まらないかな、もうちょっとお待ちですよね。で止まると音がなくなるでしょ、ね、今ないですね。これ今止まりましたね、でここのカプラー抜いとけば、まあ、とりあえずここのファンは回らないから、いいっちゃいいんだけど、まあ音だけなんで一応回しといた方が冷えるからいいかなっていう感じ、前のお客さんはやっぱこの音が気になっちゃったんで、ここのカプラーをずっと抜いて走ってたらしい。ずっと抜いてっていうか最近か抜いて走ってたかなっていう感じでした。だから、まあ、この車でいうと多分早々に直した方がいいのは2つ、まあ、このサブファンの、まあ、音気になるからこれ変えた方がいいよねっていうのと、あとは、さっき言ったセルモーターの部分、セルモーターダメになっちゃうとかからなくなるんで、どんなにバッテリーがあったとしてもかからなくなっちゃうんで、それはやっといた方がいいかなと思っています。OK ですね。では次はですね、修復歴の場所ともう兼ねて、後ろのトランクとか下回りちょっと見ていきましょう。でですね、この車の、まあ、修復歴にしちゃっていいよねと思ってるのは、左のリアなんだけれども、ここの左リアのクォーターパネル、このパネルです。ここら辺からカットしてかな、ここら辺からカットしてここのパネルですね、これを交換してあるんですよ。ですごい昔、僕が車屋始めた時ってだからもう20年ぐらい前ですか、24年前です。そのぐらいすげえ昔だね。だいぶは、ここのクォーターパネルって実は交換すると事故車だったんだよね、扱い的には。でそれがね定義が変わって、外側のアウターパネルだけだったら、修復歴にはなりませんっていうふうにはなったので、まあ、今は修復歴にならないっていう話なんですけれども、まあ、当時売ってたこの車が現役で売ってた時は、当時の基準でいうと事故車だったので、まあ事故車でいいかなっていうふうに思っておりますと。で見方は結構簡単で、これも左右ちょっと見比べてもらうとよしでも分かるでしょ。右のここのつなぎ目のところ、こっちが書いてある。つなぎ目、そこですね。書いてある方、こっちが書いてない。こっちは書いてない。違うでしょ。なんかこっちの方が綺麗な滑らかな線、ちょっといびつな感じですかね。あとはまあここら辺かな。ごめんね。ここら辺、こっち。ここら辺もつなぎ目の部分でスポット溶接パンパンパンって打ってあるでしょ。打ってます。でこっちは見てもらうとどうなってますか。消えてますよね。ないです。っていう感じなんですよね。まあ手が入ってるところですよね。まあそんな感じで見てもらえば、まあチェイサーなんかはここのクォーターの交換してる車は比較的簡単に見やすいんじゃないかなっていうふうには思います。でただ実際のところはさっきも言ったようにここを交換しただけでは修復歴にはならなくて、このさらに裏側のこっちのトランクフロアとかインナーとか、メンバーとかここまで手が入ってなければ修復歴にはならないんですけれども、この車は、ここまではこっちがね、こっちがオリジナル純正、でここから切ってここのパネルは交換した後のパネルというふうになっております。以上そんな感じでございました。まあトランクルームも一緒に見ちゃうけど、まあこれは綺麗だね。綺麗です。違うわ。まあ綺麗ですね。はい、綺麗です。でこっちはまあまあ綺麗だよね。という感じでございました。OK ですね。そう。で、こちらのですね売っていただいたお客さんは、実はうち以外にも査定何件ぐらい出したんだろうな、聞いてないけど何社かには出してたんですよ実は。でやっぱりここの判断を各会社さんによって結構迷ってたらしい。でも迷ってるって話なんですけど、実はあんまり迷わないんですよ。なんつったらいいんだろうな、簡単に言うとさ、買い取る側としてはね、俺実は今逆のことをやってて、買い取る側としてはお客様こちらの車は事故歴ありになりますと。買う側としたら行って安く買うっていうそういう話ですよね。流れで、そうなんで買う側としてはこちらの車は事故歴がありになりますっていう形で安く買い取りをすると。で売る側としては、こちらの車は、今の基準で言うならば事故歴ありにはなりませんと。なんで修復歴なし、そうすると高く売れるわけだよね。
っていうのがあります。はい、なんですけれども、いつも言うようにうちそんなに別にコストないんで、買う時はお客さんにまあ自己歴になるったってね別に大丈夫でしょみたいな、はい、でもそんな気にしないですよ、そんな減額しないですよっていう形で買い取りさせてもらって、でも売る時に関してはまあ言っても、白か黒か、まあすごく微妙な白なんだけどちょっと黒混じりかな、もしくは黒の可能性があるな、もしくはさっきも言ったように当時の基準で言うなら黒だからまあまあうちあり修復益ありでいっかみたいな、はい、そういう売り方をしているので、はい、まあお客さんにとってはねプラスはあってもマイナスにはならないのかなっていう感じ、はい、要はこの車をその修復歴ありで買ったとして、まあ、変な話2年後3年後売るときに、はい、まあ会社によってはなしで買い取ってくれるかもしれないわけですから、はい、これが逆だとちょっと困るけどね、はい、逆だとちょっと困るんですけどっていう感じなので、いいんじゃないかなという感じでございます。そんな感じで、まあ、あとはねちょこちょこその実は外装補修はかけてあるので、はい、ここのねクォーターパネルこれはちょっと一般のお客さんだと分かんないかな、よーく見るとここにおそらく傷があったんですよね。わかる？ここにねちょっと傷があってそれを修正して、ここ1枚塗ってるっていうのはあるんですよ。これは板金修理だから別に交換でもない、まあ、なおさら修復歴とは関係ない話なんですけどね。この丸いそうその辺だったら映ってます。わかるよね、はい、で、ここを塗装する場合は大体ここら辺で塗装ぼかすんですよ。はい、だからここから見ると分かるかな、クリアのねぼかしのラインが入るんですよね。ぼかしてるかな、ここに入ってるんですよね。ここに分かりますか？分かりませんかね？こっちはちょっと分かんないかもしれない。分かんないですねまあそんな感じでございました。マフラーサウンドやろうか。マフラーも書いてあるんで、そう、はい、マフラーサウンドやりましょう。失礼しました。ちょっと前ずらすのね。はい、すごい静かでしょ。はいはい、まあ前のお客さんもそのほぼ純正っぽい形で乗りたいっていうので、はい、マフラーも交換したんだけれども、はい、そんなに音うるさくないやつ、もちろん車検対応のものを選んでいるので、はい、なんで、まとめにもうじき入りますけれども、そんな感じのほぼノーマルの、とても程度がいい、でも19万キロというお車でございました。で何度も先ほども言うように今回はアップ優先、スピード優先でやってますので、はい、さっき言ったセルモーター、ラジエーターのサブファン、まあ、ここら辺なんかは、点検した方がいいよねっていう車になりますし、はい、まあ、いずれにしても後でうちの方でもちょっと整備屋さんと話してですけれども、スケジュール見てそこら辺は交換してやっていければいいなと思っております。 OK ですか？はい、はい、はい、吉井君、じゃあ本日紹介させていただいたのは、こちらのチェイサーです。はい、1999年式、平成でいうと11年式の、4月登録25年経ってしまったチェイサーでございました。はい、チェイサーグレードはツアラー V1JZ の、ターボエンジン搭載のツアラー V ですね。シフトはオートマチック、走行距離は19万2500キロ、車検は再来年の3月までたっぷり残っております。で、修復歴は一応左リアありにしておきましょうという感じのお車でございました。はい、ですね。はい、はい、で、最後にちょっと説明したいのが、いつも毎度なんですけれども、はい、こちらの車も、説明書、新車の時の保証書とか、スペアキー、あとはホーネットのセキュリティのスペアキーとか全部残っておりますと。はい、で、あとはこれだけたくさんの記録簿があるという感じなんですよ。はい、で結構ねやっぱこれだけ大事にされてたお客様ですから、はい、メンテナンスもしっかりやられてきまして、はい、ここからいつもよし G を起こすのが大変なんでしょう割愛した方がいいか、できれば、はい、できれば毎年毎年ほとんどやってありますと。平成15年とか16年とか17年とかやってあるんですよ。ただ結構初めの方は、やっぱりトヨタ車っていつも言うようにそんなに手かかる車じゃなくて、はい、初めの方はそんなに手かかってなかったんだけれども、最後の方にちょっとずつ手がかかってきましたと。でお客様もですね実は直前までそんなに売る気はなかったんですよ。もうちょっと乗り続けようかなって思ってたのね。はい、でもさっき手にこっちの車に乗り換えようかなっていう車があったんで手放そうかなって、急遽ってわけじゃないんだけど、はい、でも想定よりもちょっと早く売るタイミングになっちゃったんですね。はい、でそれによってどうなったかっていうと
実はですね、直近の今年の3月の車検取り立てって言ったじゃん、はい、3月の車検の時に実はこの車ね結構お金かけちゃったんですよ。だから次買う人はかなりお買い得なんじゃないかなと思っております。具体的に言うとですね、これはネッツトヨタさん、トヨタディーラーでやってるんだけれども、はい、タイミングベルト、テンショナー、カムシャフトタイミングプーリカ、はい、と、カムシャフトのオイルシール、クランクシャフトのシール、シリンダーヘッドカバーガスケット、あとはプラグ、タイミングベルト、ハウジングベンチレーションホースなどなどを変えてあるという感じでございました。でそれ以外にも、スロットルコンピューターいつも壊れて点滅するよねって話あるよね。はい、であれに関しても、オーバーホール済みのものに交換済み、はい、であとはメインコンピューターも点検してて、そっちは予備点検だったんだけども、それも問題なしという感じなのと、あとね足回りのロアボールジョイントとか、はい、足回り系もね結構ちゃんと変えてあるんですよ。ちょこちょこ変えてあるので、あとはインタークーラーエアホースとかエアクリーナーホースとかここら辺も変えてあったりとか、はい、だから結構直近のこの車検でね確かに30万ぐらいかかったんですよ。やっぱそのぐらいかかっちゃうよね、はい、そうしかもディーラーさんですからね、はい、ディーラー整備になるとやっぱそれぐらいかかると思うんだけど、それかけて乗ろうと思ってた、タイヤも新しいでしょ。そうですよね。そう、はい、っていう感じでやろうと思ってたんだけど、乗り換えたと、はい、乗り換えたことによってうち入ってきたとっていう感じで入ってきたので、はい、これは僕的にはとてもおすすめな1台でございましたという感じです。じゃあ一応今日はそんなところで、あとはもういかにヨッシーが早く売約になる前にアップしていただけるかにかかってます。頑張ります。お願いします。はい、じゃあヨッシーなんか最後質問あれば。最初に言ってた、はい、売っていただいたお客様が、次買われた購入先ですね、トラブルっていうのがちょっと気になるんですけど。なるほどね。そうだね。それはねトラブルってちょっと、トラブルっちゃトラブルか。なんか新車を頼んだんだけど、はい、新車オーダーするでしょ。はい、でそれをディーラーさんではなくて普通の中古車屋さんというかなんかサブディーラー的な感じで新車を安く売ってるところで頼んだらしい。はい、で納期が1ヶ月ぐらいかなって思ったら、はい、うちにも1ヶ月ぐらいに車来ます。じゃあさてこれぐらいでやりましょうってタイミングでやってたら、はい、いや実はまだ連絡が来なくて伸びました。で2週間伸びて3週間伸びて1ヶ月伸びてみたいな感じで、はい、何回もこうリスケされて後ろにズレズレみたいな感じだったんですよ。はい、でそこで最近あるじゃん、なんかさ新車オーダーしてお金払ったけど車来ないみたいな、あります、っていうところがあって、はい、いやこれ大丈夫かな案件だったんだけれども、おそらく来てると思います。ちゃんとそうだから本当はこの車を、8月の頭にこの車いただいたのね、はい、で本当はその日に車を置いてって、はい、でその帰り足でそこのお店に寄って、新車持って帰ろうと思ったの。そしたら、お客さん来て、はい、でじゃあ車買い取りさせていただきます、でいよいよ次の車納車ですねみたいな話になったら、はい、いや実はですねなんかトラブルがあって結局今日納車できないっていう話になっちゃったんですよ。お客さん困っちゃうよ、足なくなっちゃうわけ。そうですよね。そうっていう話なんですよ。でこれはねすごく良くなくて、超口が悪いとお客さんのことを舐めすぎてる感じ、ちょっと俺の中ではありえないんですよね。っていうのがあるので、やっぱり車屋さんでちゃんとやってるところもあれば、はい、いかんせん僕20何年業界いますから、やっぱりダメな人はダメだし、ダメな会社はダメなので、はい、皆さん気をつけてくださいっていう。そうです、はい、うちがいいとも言えないぐらいです、はい、うちはただ普通にやってるだけでなんか喜ばれたりとかしますけど、結構普通のことで、で普通ができない車屋さんが多くて困ったもんですよっていう業界なので、売るときは気をつけましょうっていう。そうですございました。だから、ね、この車に関して言うと買う時もそうなんだけど、売るにあたっても実はねうちよりも、いくらだ20万ぐらい高い会社さんがあったんですよ。あ、そうなんですね。そうでじゃあごめんなさい、うちは辞退させてもらおうかな、結構俺頑張って値段させたつもりだったんだけど、話の流れで、せっかく思い入れあるし YouTube も撮ってくれるんであれば、はい、やっぱ思い出残したいしっていうことで売ってもらったんだけどさ、はい、でも結局その初めに聞いてたお店もいよいようちより20万ぐらい高いっていうところでいよいよ具体的に相談しだした時に、はい、いややっぱりちょっと相場が下がってきてとか、やっぱり走行距離でとか、挙句の果てにもうそもそも伝えてある色がシルバーなんでとかって言って、はい、ちょっと値段が思ったよりもトントントンって下がりだしてきたらしいんですよ。後から下げていく。そう、まだ売買契約はしてるわけじゃないから二重契約とかそういう話じゃないんだけれども、はい、事前に言ってた値段からなんか具体的になるとどんどん値段が下がっていくと、であれこれちょっとおかしいなみたいなのがあって、はい、そういうのもあって結局うちに売ってもらったっていう感じなんですね。はい、でうちに関して言うともう5万単位よ、例えば150から155まで買い取りますって言って、はい、持ってきてもらって、はい、でも記録も見てもう満額でいいです、155で買い取りますって
高い方で買う大丈夫ですっていう話で買わしてもらったのでそんな感じでございました。でお客さんもねやっぱいい方で、セルモーターは俺気づいたのかラジエーターのサブファンのところなんかは、お客さんの方からちょっとここサブファンがこうなってるからっていうのをお伝えしなきゃいけないんで先言っておきますとかそういうの言ってくれたりとかしてるんでとてもいいお客様でございました。そんなねとても思い入れがあってとてもいいお客様が乗っててしかも乗り続けようと思って今年の3月にお金をかけて車検を取った車ですから、ぜひ欲しい人いたらお問い合わせいただければと思います。今回は絶対に YouTube アップした時には車ありますから、はい、頑張ります。頑張ってくださいね。はい、じゃあそんな感じで引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。